松田さん、おはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんですか？今回はですね、アフィラムの高めをですね、板につけたり丸太につけたりした作品が大体出来上がったんですよ。それを紹介していきたいと思います。はい、先日親木を高めがいっぱいついたやつをたくさん買っていただいてどうもありがとうございました。その高めをですね、板につけたやつと丸太につけたやつがちょっともう根も張ってきたんで、それを紹介したいと思います。はい。高めを付きの親木を買われた方もですね、こういったやり方もあるんだよということで、参考になるかなと思うんですよね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アフィラムの板付けのナンバー1ですね、1番。これもですね、去年苗をですね苔玉にして、板につけたやつですね。で高めが出たやつを苔玉とか流木にちょっとつけてみたやつですね。でこんな感じ、しっかり根が張るんですよね。高めが出た6月7月につけていますね。で根がきれいに張っていったというところです。で苔玉につける場合はアルミ線で U ピンを作ってからですね、で差し込んで、根がついたという形ですね。で板の方はですね、もうそのままちょっと板に直接つけて、ぐるっと固定したっていう形なんですよね。それでもしっかり根がついてます。はい、こういう感じですね。去年ですね、そんなに花は使わなかったんですけど、高めが結構ついてですね、高めが出たやつを苔と板につけたっていう形です。だいたいこれも10本以上は高めが出てたんでついてますね。でもあんまり伸びてないけど、これぐらい伸びたら何輪かつくと思うんですよ。はい、今年は何輪か咲いてくれると思いますんで、これが来年はまた見事になると思いますよね。はい、今年の花がポツポツ咲いた後に6月ぐらいから成長期に入るんで、どんどんこれが太ってくると思います。でまた高めができたらですね、つけてやってもいいし、高めはまた苗を作られてもいいかなと思います。こういう感じですね。しっかり板に根が張っておりますんで、こうなったらもう大丈夫っていうところですね。でこれもですね、11月にちょっと乾燥させたんで1ヶ月ぐらい水やらなかったやつです。でしっかり花もついてると思いますし、今からはですね、乾いたら水をあげるというパターンで水やりしてもらえば、基本的にうちは皮はあんまりしてないんで、5月ぐらいの連休明けぐらいに花が咲いてくると思います。でも今から花芽がぷくっと大きくなったりするんで、それの成長も楽しみかなと思います。これがですね、丸太に流木をつけて、アフィラムを植えたという形のやつです。面白いデザインかなと思うんですよね。こういったのも世界に一つだけのオンリーワンの商品になるかなと思います。はい、こういう形ですね。はい、デザイン的には綺麗になってるんじゃないかと思うんですよね。新しいバルブが伸びてきて、綺麗な形にまたなってくると思います。はい、これがアフィラムの丸太流木付け、ナンバー2です。これの特徴としてはですね、小さい流木2つつけています。ポイント的にここにも流木あるし、下にも作っています。結構面白いデザインじゃないかなと思うんですよね。でこれもですね、しっかり秋に乾かしていますんで、何輪か高めは花がついてくれると思います。はい、こういう感じですね。はい、全体的に10本以上はついておりますんで、はい、面白いかなと思います。はい、あんまり伸びてないんでロディゲシかなと思いますけど、これピラルディです。はい、今年は結構長く伸びると思います。かわいい、小さい流木もつけております。綺麗にデザインされたやつだと思います。はい、はい、これもアフィラムの丸太付け、丸太に流木をセットして付けたやつ、商品ナンバー3ですね。これも流木が2つついています。はい、こういう感じですね。でこれは桜の丸太につけております。ちょっとですね黒ずんできたんです。これが自然な感じです。それと、皮がですね劣化してピンと跳ね上がってるんですけど、これも一つのデザインの一つかなと思うんですよね。桜の木と流木も2つついています。後ろから見てもかっこいいし、横から見てもかっこいい。はい、かっこいいんじゃないかと思うんですよね、こういうのが。はい、それバルブ長いです。これバルブ長いですね。はい、去年のバルブですから花芽これつきます。花がこれはいっぱい咲くんじゃないかと思いますね。商品ナンバー3ですね。これはいいですね。アフィラム丸太付けの商品ナンバー4です。流木もセットされております。で丸太もですね、桜の丸太を2つセッティングして流木でバランスをとっております。
はい、すごくこうかっこいいんじゃないかと思うんですけどね。で古いバルブはまだ切ってません。古いバルブがずっと伸びて高めが出たやつが流木にしっかりついております。はい、こんな感じですね。これが自然な感じ、根が活着したやつですね。着生したやつ、板とか流木にこう根が張っていくんですよね。アフィラムは特にこの着生率がいいんでこんな形になってくれます。3月ぐらいになると葉は全部落ちてしまうんですけど、それから花芽が少しずつ膨らんでくるから、その膨らみも面白いんじゃないかと思っております。はい、こういう感じですね。あんまり長いのはないんですけど、こんな感じで、何輪かずつは咲いてくれるかなというところです。はい、これはですね、花後にはですね、インテリアとしても面白いんじゃないかと思うんですよね。グリーンのインテリアになるかなと思っております。これがですね、アフィラムのマルテ付けのナンバー5で、これはバルブが長く伸びてくれたやつですね。これにはたくさん今年花がつくと思います。古いバルブもまだつけたまんまですから、これもですねカットしてもいいし、これはこれでこう一つのデザインとして生かしてもいいかなと思います。はい、気になるようであればもう活着してるからカットしてもいいからですね、こういう古いバルブはですね。これは新しいバルブが12345本ぐらいは長いのがついておりますので、これは間違いで切らないんです。これに花がつきますからね。これも結構長いのと、この辺でちょっと高めが伸びてくれてるというやつですね。昨年アフィラムの親木の高め付きを買ってもらった方はですね、こういった形でこう応用してですね、苗を取るんじゃなくてこういったデザインに着生させるのも一つかなと思いますんで、もう切って多分皆さん切っておられると思いますけど、今年はですねこういった高めが出たやつを、こういう形でこうちょっと流木とかに、板とかにこう着生させるのも一つかなと思いますんで、美覚シダに負けないぐらいの室内インテリアになればいいかなと思っていますけどね。これはですね、アフィラムの板付けに流木をセットしたやつですね。商品番号はですねアフィラムの板付け、ナンバー1っていうやつですね。流木もセットで、これ流木が2つついておりますね。で長いのもあればちょっと高めがついて、固形についたやつもあります。はい、親木をこういう形に板にセットしたような形になりますね。いいかなという、こんな感じが自然でいいのかなと思っております。アフィラムの板付けの商品番号2番です。板に流木をこれも2つ絡ませております。で飾りもですね、ちょっとここにブルーのおしゃれなやつもちょっとポイントでついておりますんで、はい、全体的に花がなくても結構綺麗なバランスの土台を作っております。長いバルブはないんですけど高めがたくさんついてるってやつですね。今年の成長が楽しみです。ここからずらっとこうまた垂れてくると思います。今年の秋はですねむちゃ株が良くなってくると思います。これぐらい、高めがついてくれているんであればですね、高めからだいたい 1,2 本はまた新しいバルブが出てきますからね。ちょっとポイントにこう飾りをつけておりますんで、こんなのもちょっとしたポイントになってくると思います。これも面白いっていうかいいかなと思う一つです。推しの一品になります。アフィラムの板付けの4番ですね。3番と同じような感じであんまり長いバルブはないんですけれども、こういう形で高めがしっかりこう板と流木についてくれてるっていうやつですね。どんどんちょっと趣が良くなってきたかなと思うんですよね。これもですね、アフィラムの板付けの5番になります。これも推しの一品ですね。板2枚つけて流木に乗らせてるという感じで、これ丸っこいちょっとしたポイントをつけておりますんで、これも推しの一品ですね。面白いですね。空中に高めがあるんですけど、これは苗として使った方がいいかなと思います。結構面白いと思うんですよね。今年の成長がむっちゃ楽しみってやつですね。花と同時にだいたい次の年のバルブが出てきますんで、そこがどんどん9月ぐらいまで伸びてきますからね、そういった成長も見れると思います。これも推しの一品になります。はい、こんな感じですね。はい、これからですね、本当にこう暖かくなるとどんどん花芽も膨らんできますし、成長がどんどん楽しめるかなと思います。和田さんコメントです。はいはい。いつものザッキーさんです。ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。おめでとうございます。9年は大変お世話になりありがとうございました。こちらこそです。はい。今年もよろしくお願いいたします。はい、今年も寒い日が続きますが、お体に気をつけてお過ごしください。笑顔がいっぱいの年がありますように。正月早々、愛らしいアフィルムのアップありがとうございます。若者から後期高齢者までたくさんの方がデンドロビウムやランの数々に興味を持たれたら、コケナマ様も配信の努力が報われるのでしょうね。コメントだけですが、今年も応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。貴重なコメント、そうなんですよ。ぜひですね、このガーデンデンドロビウムとアフィラムをこうちょっと、広めていきたいと思っているところなんですよね。はい。で、本当に特にガーデンデンドロビウムがですね、ホームユースで家で自然に飾れるような時代にしたいなと思っていますんで、ぜひですね、こう綺麗なガーデンデンドロビウム作り上げて皆さんに紹介していきたいなと思っています。やっぱ作るのにやっぱ2年3年かかってしまうんで、今のうちにちょっと今年もですね、ある程度準備しておりますんで、1、2年かけて綺麗なやつを作って、皆さんにご紹介したいと思います。それで癒されてもらったら、それが本当にこう私たちの目標というか目的ですんで、これからも頑張って作っていきたいと思います。どうもいつもありがとうございます。次は前回紹介したともこさんです。はいはい。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も楽しく拝見しています。小さい幸せはたくさんある。それを感じられる心の余裕を持つ素敵な言葉ですね。ありがとうございます。私はお正月に帰ってきた息子と真夜中にたこ焼きを作りました。関西ですからね。そんなことが幸せです。そうですよね。2時に苔玉職人さんが起きられる頃にはまだ作って食べていました。またお花が咲いたら嬉しかったりします。小さな幸せですね。デンドロビウムや石黒を私も育てています。石黒は寒さにも強くていいですね。ラン栽培は楽しいです。時間が合えば4月の神戸ラン展ぜひ行きたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。いつも本当はありがとうございます。そうですね、ガーデンデンドロビウムも本当にいいかなと思ってるんですよね。はい、普通の贈答用のもうすごく豪華なデンドロビウムもいっぱい出ておりますけれども、私はガーデンデンドロビウムを中心に作ってですね、一般家庭ホームユースみんなが楽しめるようなラン作りをしていきたいなと思っています。はい、これからもですね、ぜひ視聴していただいて、またどんどん新しいことをやっていこうと思っておりますので、ぜひまた見てください。どうもありがとうございます。次はチータンさんです。おめでとうございます。まさか遅かった。拝見するのが遅れてしまった。最後の親木また遅れました。高めを友人にと思っていたのに完売。残念。毎日見ないとダメでした。しかし春になったらいろいろお迎えさせていただきたく楽しみにしております。朝早くからの作業大変かと思いますが頑張ってくださいね。ありがとうございます。そうですね、また春はですねいっぱい今仕込んでおります。はい、今度また仕込んでいるハウスも紹介していきたいと思いますけど、たくさん今準備しているところです。ご期待してください。はい、いろいろ作ってます。はい、朝ですね、早く起きているのですね。もうこれがもう年取ったからかもしれませんけど自然なんですよね。はい、朝だいたい3時4時には目が覚めてしまって今日も吉川さんで5時から釣りに縛ってですねもう人生を楽しんでおります。はい、朝日は今日出なかったんですけど、いつもですね朝釣りに行くと朝日がきれいに昇るんですね。7時今15分か16分ぐらいに出ますんで、それの朝日を見ながら綺麗だなと思っているところなんですね。寝てるのもったいないですよ。朝早く起きるのは一ついいかなと思っております。はい、またYouTube の見てください。どうもありがとうございます。それとですね、はい、前回の動画で、はい、小松湯〇〇様っていう方、メールが届かないんですよって話したんですけども、あの方購入することができました。ありがとうございます。はい、わざわざ何回も連絡いただいてありがとうございます。はい、多分前回の、正月明けの動画を見てくださったんじゃないかなと。で、購入に至ったと。無事親木をゲットと。ありがとうございます。今回はですね親木のまた新しい利用法をちょっと紹介しておりますんで、
親木をですね、高めを取らずにそのまま苔玉つけるとか流木つけるという方もありますので、今年はまたそういったのも挑戦されるといいかなと思います。はい、いろいろやっていきます。また見てください。どうもありがとうございます。じゃあ今年もよろしくお願いします。今年も本当によろしくお願いします。神戸ラテン行く予定ですと、あと2月5、6ですね、東京ドームのプリズムホールで世界ラン展がありますので、それも行ってですね、ちょっといろいろ勉強しようかなと思います。はい、混んでそうですけど、ちょっと頑張っていきたいと思います。2月の5日から13日くらいまであるんでしたっけね。世界ラン展、皆さんもですね、ぜひ行ったらいっぱい飾られておりますし、商品もいっぱい販売されておりますんで、好きな方行かれたらですね、いいかなと思います。朝一番混みますからお昼過ぎぐらいに行くといいかなと思っております。はい、また今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。